メルボルンは世界で最も住みやすい街ランキングで常に上位に位置する街です。今回はそんなメルボルンの CBD で行われているイベントや飾り付けを紹介したいと思います。こんにちは、山田です。メルボルンなんですが、今クリスマスシーズンなので、街中でいろんなイベントが行われていたり、いろいろな飾り付けがしてあります。今回はシティオブメルボルンのサイトにまとめてあったクリスマスデコレーションを紹介したいと思います。ただ、メルボルンの CBD から離れている場所には撮影に行けなかったので、その点は割愛させていただきます。リンクは、説明欄に貼っておくので気になった方はそちらをご覧ください。それではどうぞ。メルボルンのフリンダースストリートステーションは有名ですが、その横の広場にクリスマススクエアが開設されています。夜でも非常に明るく、子連れの方も多いです。大きなスクリーンにはクリスマス関連の映画が流れており、ゆったりと映画鑑賞することもできます。フレッドとフィーフィーというカモメのキャラクターと写真を撮れるブースもあります。QR コードと AR を利用してエルフと一緒にセルフィーが撮れるイベントもやっているので、エルフと一緒にセルフィーを撮るのもいいでしょう。昼限定になりますが、サンタクロースと一緒に写真が撮れるサンタズワークショップというイベントもやっているので、最もおすすめのスポットだと思います。フリンダースストリートを渡った先のセントポール大聖堂の中庭では、270度のアニメーションプロジェクトマッピングを見ることができます。ハイクオリティのアニメーションだけではなく、雪の演出があったり、なかなか凝っています。ただ、混雑時には若干の待ち時間が発生する場合もあります。この映像は外から撮影しています。なので、中に入るともっとすごい体験ができるのではないでしょうか。セントポール大聖堂の西側には文字でデザインされた壁が飾られています。おそらくキリスト教の何かだと思いますが、私には見当もつきません。クリスマススクエアからスワンストンストリートを北に向かって歩いていくと、プロジェクトマッピングで飾られたタウンホールが見えてきます。数種類のパターンがあり、一定期間でデザインが変わります。クリスマスまであと何日かカウントダウンされているということは、クリスマスには特別なデザインになったりするのでしょうか。さらに北に向かうと、バークストリートモールがあります。そのモールの上部はクリスマスカラーに光る星で飾り付けられており、小さなクリスマスツリーもあります。撮るのを忘れていましたが、エルフとセルフィーできるポイントもあります。このクリスマスツリーのすぐ隣では、66年もの歴史があるマイヤークリスマスウィンドウズが開催されています。マイヤーはオーストラリアの老舗百貨店なのですが、1956年に初めて開催されたこのウィンドウズがメルボルンのクリスマスの風物詩となっています。今年のテーマはピーターラビットで、絵本から飛び出してきたようなピーターラビットをストーリーのナレーション付きで見ることができます。街の中心にあるショッピングセンターエンポリウムの4階にジンジャーブレッドビレッジが飾られています。夜は空いていないので見には行きませんでした。写真にジンジャーブレッドで作られた大阪城が見えるのは私だけでしょうか。CBD の東側にあるパーラメントハウスの横にレインディアアーチウェイがあります。10時頃に行ったのですが、ライトアップされていませんでした。ライトアップされていたら噴水も伴って綺麗に見えそうです。17番のマイヤーズレーンアーチウェイの周りにはレストランがいくつかあるので、クリスマス気分を感じながらディナーもいいですね。チャイナタウンにもいくつかの飾り付けがされています。ブリキの人形やクリスマスツリーがあったので、近くに寄って写真を撮りたかったのですが、陽気な兄ちゃんたちがいて近づけなかったです。代わりに陽気な兄ちゃんたちの動画をどうぞ。ビクトリア州立図書館の入り口には6メートルもの大きなクリスマスツリーが飾られています。ですが、クリスマスツリー自体はライトアップもされていませんし、目の前の銅像が完全に被っていました。9番のディグレーブストリートには小さいツリーが設置されていました。21番のセンタープレイスには一生懸命写真を撮っている兄ちゃんがいました。
22番のマンチェスターレーンにはそんなにデコレーションはされていませんでした。18番のハードウェアレーンには大きなベルの飾り付けがしてあって結構若者が多かった印象です。19番のバンクプレイスにはクリスマスツリーが宙に浮いてました。 CBD の西側にあるビクトリアハーバーの周りにもいくつかクリスマスデコレーションがあります。ビクトリアハーバーがあるドッグランドは比較的人が少なく静かなので人混みが苦手なカップルにおすすめかなと思います。6番の場所にジャイアントレインディアが設置してあります。マーベルスタジアムの目の前なのでマーベルスタジアムの看板と含めて写真を撮るといい感じになるかもしれません。またその近くにはメリークリスマスの光る看板が設置してあります。ビクトリアハーバーの北側沿いにはクリスマスクラッカーのデコレーションがずらっと並んでいます。27番の場所には小学生がデザインしたというジャイアントプレゼントボックスがあるはずなんですがありませんでした。どこに行ったのでしょうか。ビクトリアハーバーの奥まで行くと30番のプレゼントボックスを模したダンスフロアが置いてあります。友達とダンスすると盛り上がりそうですね。ただしなぜか音楽は一切流れていません。最後になりますが39番のボルトブリッジです。レーザーと書いてありますが特にレーザーは出ていませんでした。おそらく時間が決められているのかもしれません。メルボルンの街中のデコレーションいかがだったでしょうか。やはりおすすめなのはフリンダーズストリートステーションの横にできたクリスマススクエアにあるいろいろなイルミネーションとかを見てお子様がいればお子様と、カップルならカップルで楽しむのが一番いいのかなと思います。そういった人混みが苦手な人でも細い路地にデコレーションしてあるので、その近くでディナーをしたりするのもいいんじゃないかなと思います。このサイトに紹介してあったものは、メルボルンシティガバメントが関わっているものだと思うので、他にもいろいろデコレーションはあると思うので気になった方は探してみてください。それでは今日はこの辺で良いクリスマスを。